チーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。いやー皆さん、ようやっと今年もね、秋めいてきましたね。今年ってずーっと秋になっても暑かったじゃないですか。で、ここ11月の半ばぐらいになってようやっとね、寒気が降り、秋らしくなってきて、車中泊のシーズン到来ということで、皆さんも楽しんでますか？車中泊。これからどんどん行きましょう。車内で酒を飲みましょう。楽しいね。詰め物が取れまして、右側ですから噛めなくなっちゃってます。はい、私もですね、車中泊シーズン到来なので、先日11月18日に行ってきました。この日の晩はちょうど寒気が入って寒くなる日だったんで、富士山が綺麗に見えるだろうなぁと期待して、海と富士山のコントラストが素晴らしいと言われている静岡県の殺多峠行ってまいりました。楽しいね。この150号ってね、いいんだよね。浜松、静岡県の西部からずっと海沿いを走っていく。海は見えないんだけど、なんかアメリカのフリーウェイみたいな感じ。行ったことないけどね。立派立派。新東名のフラットパークはいいね。続いて目的地です。いただきます。これ左道もやばいっすね。オーバーや。右方向です。続いて目的地です。おお、すごい。綺麗。正直ね、眠だるいね。ウグイスパーキングエリアで、その時の車中泊で私は気づいちゃったんですね。実はこの私の乗ってるエブリィジョインが車中泊カーとして、これはちょっと致命的なダメな部分があるなと。別に大発見とかでも何でもなくて、エブリィのジョインおよびエブリィワゴンにお乗りの皆さんなら、きっとね気づいていることかと思うんですけども、私はこの部分ねスルーしてたんですね。無視してました。けれども今回の車中泊でもうこれはどうにも見過ごすことはできないと私は思い知らされちゃったんですよ。気づいたこと、それはエブリィジョインとあとワゴンね、リアシートを倒して収納した時に微妙な傾斜、わずかね3度か4度ぐらいだと思うんですけども、微妙に平ら、180度フラットの平らではなくて微妙に角度がつくんですよ。皆さんこれ気づいているし、対策をしている方はたくさんいらっしゃいますけども、 YouTube とかでもありますよね。微妙な傾斜、これが安眠をものすごく妨げていたんです。ということで、この車中泊の次の週、このエブリィジョインをとにかく寝心地重視、これに仕立て直して
再び車中泊をしてみることにしたんですね。疲れました。疲れちゃったんです。平らじゃないっていうところから寝返りが打てないんですよ。少しだけほんと微々たるものなんですけど、微妙に傾斜してるだけで寝返りを打たない人は、今回はね、先週のリベンジ、ちょっと違うプラットパークですけども、同じく新東名で今回浜松のプラットパーク行って熟睡してみせます。フラットにしました。あんまりやりたくないんですよ。あんまりね、ごちゃごちゃいろんなもの、台座をかませたりとかして普段使いを犠牲にするのがちょっと本末転倒で私は好きじゃないんですけども、今回は特別に車中泊完璧に眠るためにそういう仕様に仕上げて車中泊場所へ向かってます。初めてだね。プラットパーク、下りもあるんだ。すごいね。上りと下り両方あるんだね。当たり前か。おはようございます。はい、やっぱりね、ここめっちゃ大事。平らなこと、完全に真っ平らじゃないと人間っていうのは安眠できないんですね。もっと早くやっときゃよかったと思いましたよ。皆さん、エブリィのジョイングレードあるいはエブリィワゴン、こちらにお乗りで車中泊をしたいっていうのであれば、この微妙な傾斜は無視しない方がいいと思います。車中泊としてしっかり使いたいのであれば、もう細工何かね、加工をしなきゃいけない。で、他のエブリィに限らず車中泊カーを選ばれる方はもうフラット、全く傾斜がないということを重要視して選んでください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。